股関節の柔軟性チェックです。右足をしっかり抱えましょう。2つのポイントを左右の足でチェックしてビフォーアフターで比べてみましょう。これができないと前ももばかり使って張ってしまいます。まずは左足を前に出して右膝を床につきましょう。このまま前にぐーっと体重をかけていきます。右の付け根を伸ばしていきます。腸腰筋という股関節の筋肉です。骨盤がこっちにねじられちゃうと伸びないので、真正面向けたまま前にぐーっと体重かけましょう。猫背になると伸びませんが、腰を反りすぎても腰に負担がかかってしまいます。この付け根が伸びていれば OK です。反り腰の方にも効果的です。30秒間ゆっくりキープします。呼吸を止めないようにしましょう。よし OK。 次逆向きです。右足を前に出して左膝を床につきます。このまま前に体重をかけます。左の付け根を伸ばしてます。骨盤が左にねじれないように正面向けておきましょう。こうやって自分の体よりも足が後ろに行くと伸びるところなので、椅子に座ってても床に座っていてもずっと縮まっているところです。理想は朝昼晩この動画を見てフォーム確認しながら1日3回やるようにしましょう。最後まで呼吸止めないようにしましょう。反り腰や前もも筋肉太りの方がこれと合わせて行った方がいい動画を概要欄に貼っておきますので、ぜひ余裕ある方はこれ終わった後にそのままやってみましょう。お疲れ様でした。股関節の柔軟性チェックです。右足をしっかり抱えましょう。2つのポイントを左右の足でチェックしてビフォーアフターで比べてみましょう。概要欄の動画と合わせて毎日行うとできるようになります。一緒に頑張りましょう。柔軟性チェックを2つ行います。1つ目は前屈です。2つ目は体を真横に倒します。真横ではなくて斜め前に倒れると NG です。ビフォーアフターで比べてみましょう。まずはうつ伏せに寝ます。腹筋を伸ばす使う種目を3種目だけ行います。両膝を曲げて左右に振ります。膝と膝をしっかりつけておきましょう。ねじった時にお腹と股関節の前側が伸びていれば OK です。腰が痛い方は腰が痛くない範囲で行いましょう。ゆっくりで OK です。呼吸を止めないように意識しましょう。お腹が伸びる感覚があればそれで OK です。腰が気になる方はもっとねじる動きちっちゃくても大丈夫です。膝と膝できたらつけておくと効果的です。よし OK。 次は左足を右にねじります。左のお腹、股関節付け根を伸ばしています。腰が痛い人は腰が痛くない範囲で行いましょう。余裕がある人はしっかり肘を床につけておく。なおかつ足を向こうに向かってぐーっと伸ばすとより伸びてきます。呼吸を止めないように意識を続けましょう。肩にもね力入りやすいですが意識して力を抜きましょう。よし OK。 次は右足を左こっちにぐーっとねじります。右のお腹、股関節の付け根のあたりが伸びていれば OK です。こう最初にやった柔軟性腹筋のチェックはこう腹筋の柔軟性がないことも問題ですし、腹筋の筋力がないことも問題、あとは腹筋を正しく使えないことも問題です。この3種目でそれを解決していきます。呼吸をね止めないように意識続けましょう。余裕がある方は肘しっかり床につけておきましょう。腰が痛い方はね腰が痛くない範囲で大丈夫です。余裕があればつま先をぐーっと遠くへ向かって伸ばしてみましょう。よし OK。 じゃあ最後上向きになりましょう。両手で膝を抱え込みます。そのまま反動を使って起き上がりましょう。腹筋を使うイメージです。こう無理に首を起こすと首が痛くなったりするので、首がね痛くない位置で腹筋を使う意識です。こんなにね動けない人はもっとちっちゃく
これぐらいでもいいですし、それもできないよって方は両手で足をお腹にぐーっとつけましょう。これだけでも OK です。できる人は反動をつけてね、こうコロコロしましょう。最後もうちょい頑張りましょう。まだね、物足りないって方はこの動画おすすめです。概要欄コメント欄に貼っておきますね。よし OK、 お疲れ様でした。では再チェックしてみましょう。柔軟性チェックを2つ行います。1つ目は前屈です。2つ目は体を真横に倒します。真横ではなくて斜め前に倒れると NG です。物足りない方は概要欄の動画がおすすめです。まずは四つん這いになります。股関節と肩の真下に手と膝を置きましょう。まずは片足をぐっと限界まで上げる。後ろに蹴り上げる。これを繰り返していきましょう。上げるときに前ももではなくて股関節付け根や下っ腹使ってぐっと上げる。後ろに蹴り上げる。この蹴り上げるときに裏ももお尻を使います。股関節付け根、裏ももお尻、こんな感じです。骨盤がこう開いてしまうと NG です。骨盤正面向けたまま後ろに蹴り上げましょう。腰が痛い人は少し腹筋に力を入れて腰が反らないようにしてみましょう。ちょっと休憩しましょう。次はお尻の筋肉を使っていきます。四つん這いの状態から膝を浮かせて外にぐっと開く。開く。お尻の横使うイメージです。正面から見るとこんな感じです。骨盤がこう動いちゃわないように気をつけましょう。骨盤は正面向けたまま股関節だけ外に開く。お尻は人の体で一番大きい筋肉なので、こう正しく使えるようにするとかなり代謝良くなるので、太もも寄せだけじゃなくて全身のダイエットにね、かなり効果的です。限界までぐっと開きましょう。限界まで開くけど骨盤は動かさない。意識しましょう。ちょっと休憩しましょう。次は股関節を回していきます。こんな感じです。しっかり上げてしっかり開く。前もも使うっていうよりかは股関節付け根をぐっと使いましょう。外に開くときにお尻を使うイメージです。前ももじゃなくて股関節付け根、お尻、股関節付け根、お尻。できる限り大きく動かしましょう。腕がきつい人は肘ついても OK です。しっかり大きく動かしましょう。そしたら残りは反対回しも行いましょう。下に下げて外開いて前に持ってくる。下に下げて外開いて前に持ってくる。大きく行いましょう。大きく大きく回しましょう。かなりきついです。 OK です。そしたら次は逆足やっていきます。僕だけ向き変えますので、皆さんは向き変えずそのままで大丈夫です。四つん這いの状態を作って、ちょっと肩の真下、股関節の真下に肘と膝つきましょう。先ほどと反対の足を股関節付け根使って限界まで上げて後ろに蹴り上げる。限界まで上げて後ろに蹴り上げる。腰が反って痛いよって人は腹筋にぐっと力を入れておきましょう。腰が反らないようにと骨盤がこう開かないように意識して行いましょう。後ろに蹴り上げるときに裏ももお尻使います。こう前ももとか股関節付け根は日常生活で立ったり座ったり階段登ったりで使う機会があるんですけど、この裏ももとお尻って後ろに蹴り上げる動きなので、運動してないとほとんど使う機会がないんですよね。ちょっと休憩しましょう。もし余裕だよって人は休憩せずに続けてでも大丈夫です。次は四つん這いのまま股関節外に開いてお尻使っていきます。外にぐっと開く。骨盤は開かない。体は正面向けて股関節だけ外にぐっと開きましょう。なるべくこう膝つけずにずっと浮かせたまま30秒間頑張りましょう。こうお尻を使うっていう動きは腰痛にも効果的です。お尻の筋力不足やお尻が硬いことで腰痛になっていることもかなり多いです。
骨盤は動かさず、しっかり外まで広げましょう。かなりきつくなってきます。ちょっと休憩しましょう。これ結構きついの僕だけですかね。もしやってて全然きつくないよって人は、やり方何か間違ってる可能性が高いです。どんどんコメントで質問お待ちしてます。じゃあ次は股関節回していきます。股関節付け根を使って上げて、お尻使って開く。股関節付け根使って上げて、お尻使って開く。できる限り高く、できる限り外に開きましょう。前もも使わないように意識しましょう。少し腹筋や下っ腹に力を入れておくイメージです。こう外にしっかり開くこともお尻使うために重要です。きつい人は肘ついて OK です。逆回しも行いましょう。後ろに蹴り上げる、外に開く。股関節を大きく回しましょう。OK です。4種目目いきます。どちらの足からでもいいので、後ろに蹴り上げた状態、この状態で裏ももとお尻、力が入っていることを確認しましょう。膝をピンと伸ばしておきましょう。しっかり膝伸ばして、つま先は外をぐっと向けたまま左右に振る。お尻と裏ももにずっと力を入れたまま行いましょう。で、外に振るときにお尻をより使う。内に入れるとき、ちょっと内もも使います。腰反らないように腹筋にぐっと力を入れておきましょう。かなりきついです。足がこう下がらないように意識しましょう。頭からつま先まで一直線の状態維持したまま左右に振ります。